はジョニー・ジョースター。もう一度馬に乗ってやる。レースに参加したい。こいつはエメラルドか。俺はこの足のみで大陸を横断して優勝する。必要なのは白人の金。回転。これよりスティールボールランレースの開会を宣言する。嘘だろう。足が使えないのにどうやってコントロールしてんだ。回転。もっと知りたい。もっと鉄球を。高みを狙らしたいな。この道に強いちた夢の残骸を越えて砂漠のような心まだ燃える明日を各馬横並び状態。それもそのはず、ファーストステージは比較的短いとはいえ10マイルです。ペース配分を間違えば初日から馬を潰しかねません。おっと、飛び出した者がいます。ゼッケンは636。速い速い、信じられないスピードだ。誰だ。636ジャイロゼペリン。正気か。初日からあんなスピードで走らせるなんて。本気で大陸を横断する気はあるのか。いや、彼は優勝すると言った。そのために来たと。言われた。まずい、他の馬が釣られて興奮し始めている。あっと、転倒です。これは早くも数頭リタイアか。ですが体当たりはルール違反にはなりません。あ、また一頭群れから抜け出してきました。ディエゴ・ブランドだ。イギリス競馬界の実力ナンバーワン貴公子が競りかけて。いや、待ってください。左後方からも迫ってきていた。ウルムド・アブドゥルのラクダだ。ラクダの体重は馬の 1.5 倍。このアタックに耐えられる馬はない。ジャイロもつれた。その隙にディエゴ・ブランドが出る。タイムボーナスを手に入れるのはこのウルムド・アブドゥルだ。何。アブドゥル転倒。サボテンの茂みが見えなかったんでしょうか。アブドゥル動けない。優勝候補のウルムド・アブドゥル、ファーストステージでまさかのリタイア。あれはジャイロの鉄球。
どういう仕組みかわからないが、あの鉄球を使ってサボテンの位置を探り、あのラクダ使いを誘い込んだんだ。知りたい、鉄球とあいつのことを。もらえるものは病気以外なら何でもいただくぜ。タイムボーナスは特にな。にゃっ。あれ、今何時っすか？しまった！寝過ごした！参加料は返せないよ。いや、出るよ。出なきゃ賞金もらえねえんだろ。は？優勝するんだよ。俺は今人生最大の絶頂期にある男だぜ。ああ、今変なのがスタートしたから一応記録しといて。ゼッケン777、名前はポコロコ。うおー、なんてすっげえ滑らかな地面なんだ。みんなの馬に踏みしめられてこんな走りやすい地面は出会ったことねえぜ。ポコロコ絶好調。ヨー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 。今気づいたんだが、リッター400ヤードで大陸横断は無理じゃないか。残念です。祖国に帰りましょう、男爵。 Sorry to interrupt you guys, but they also noticed that only small percentage of you guys are actual standing. I mean, you can get to stand there if you subscribe. さあ、トップは依然としてジャイロ・ツェペリ。ディエゴ・ブランドことディオが2位につけています。あいつさっきから妙な動きだ。右から追ったり左から寄ったり、少しずつジャイロとの差を縮めている。まただ。あいつまさか見つけたのか。いない。どういうことだ。リオが消えた。いつの間にか追いついている。どういうこった？加速しているようには見えなかったが。ラクダの時は少し驚いたが、今ただのど素人と認識した。先が読めた。やはり奴は見つけている。馬の癖を。なんであろうと必ず癖というものがある。当然馬にもだ。尻尾を上下させてからダッシュしたり、追い込まれると外側に膨れたり、首を振る、体を沈める。それがレースにおいては時に大きな弱点となる。特にこの馬の癖は致命的だ。5、6、7、左にブレる。そう、8回呼吸するごとにわずかに左にブレる。そして当然ブレた分スピードが落ちる。つまりその瞬間だけ加速すれば我が相場を疲れさせずに奴のスピードに追いついていくことになる。ディオが頭一つ抜けた。どういうことだいこれは。プロの技ということさ。君はそのまま後ろに下がっていろ。もしかして俺の馬に癖があるっつうのか。教えたところでどうなる。癖は治らない。宿命のようにな。ディオがまた行った。どういうことだ。加速しているようには見えないのにディオが先頭に立っていくぞ。天才、そういうことだ。ダメだ。もう抜き返すことはできない。どんどん差を広げられていくだけだ。さあ、残り8マイルの表示。この先は枯れた川です。おい、お姉さんに癖があったのかよ。知らなかったぜ。とんでもねえ強敵が多いな。正解言ってろよ。だが癖なんて直さなくていい。もっと癖を出して走れ。おいおい、よれてるぞ。それがお前の癖か。だがいいぞ、もっとやれ。もっと癖を出して走れ。走りだが砕け落ちてる。ジャイロ・ツェペリ、そこを無理やり掴む。ディオ躊躇した。
あいつ後続馬が続々と川を下り始めています。ギオは橋を渡れません。俺の足の時と同じだ。謎の鉄球の回転が馬の癖を爆発させるように引き出した。よヨー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 、いた、見えたぞ。最後尾集団に追いついた。ヨーヨーヨー。なんだこれ、崖だぞ。ここはコースじゃねえ。くそ、あいつのせいだ。すげえ勢いで走ってるんで釣られてついてきちまったんだ。でも地図を見てみろよ。この崖越えればショートカットだ。馬が怪我してもいいっつうんならな。俺は戻るぞ。チクシャー。俺は何やってるボコロコ。数えてる雲の数をよ。わしが聞きたいのはなんで働かねえで一日中ゴロゴロしてるのかってことだ。3日前にな、占い師のばあさんに占ってもらった。長い人生で一番どん底の時期を天中殺って言うそうだが、聞けよ、俺その逆だってよ。最悪の逆。あんたのこれからの2ヶ月間は人生最高の至福の時期じゃ。しかも50億人に1人のな。迷うことは何もない。恐れる敵などどこにもいない。やききき。じゃあ早速ラッキーなことがある。地主が新しく畑作れって仕事くれたぜ。ごめんだね、俺は楽ちんに過ごすことにしたんだ。俺たちに楽ちんなことなんて起こりやしない。なあ、雲何個数えたか忘れちまったよ。せっかく地主に掛け合って賃金100のとこ150にしてやったのによ。じじい、新しい畑の工作の賃金今いくらって言った？俺は50億分の1の男。それを信じてこのサンディエゴに来たんだぜ。俺は優勝する。優勝して故郷に帰ってもっともっとハッピーに暮らすんだ。持ってるロープを使え。操れるのならな。あいつどういう足してんだ。けど礼は言わないぜ。崖を飛び越えられたのは俺の幸運のおかげだからな。へいやー。